はい、理想の書斎作りです。今日もデスクお疲れ様でございます。今回は理想の書斎作り流 iPad mini 6と iPad Pro 12.9 インチの2台でアウトプットの生産性を高める方法についてお話しさせてください。デザイナーでもプログラマーでもゲーマーでもライターでもトレーダーでも無職でも主婦でもない一般的な IT 系企画職による使い倒し法になるんですけど、読書、ネットサーフィン、動画閲覧がどうみたいなコンテンツ消費についてのお話はもう皆様耳に単行部かと思いますので、ここでは2台の iPad を使っていかに素敵にアウトプットするかにこだわってお話していきます。この動画をご覧いただくことで iPad 購入金額の元を取りたいという陰湿などす黒い欲望を満たせる可能性は否定できません。 iPad Pro を持ってるけどミニも気になるよとか、ミニを買っちゃったからプロの立ち位置が微妙だよとか、 iPad が何枚もあって妻に汚物を見るような目で見られとるよみたいな同志の方に何かしらお役立ていただけますととても嬉しいです。ご質問やご意見なども遠慮なくコメントしてください。ところで人生って基本的に地獄の苦しみじゃないですか。そうじゃないとおっしゃる方には頭に隕石が落ちてほしいわけですが、そんな絶望の淵から脱出する唯一の方法って何だと思います？僕が思うにですね、これは0から1、無から有を生み出して誰かを喜ばせることだと思うんです。メモを書く、企画を練る、目標を立てる、イラストを描く、何でもいいんですけど、昨日までこの世に存在しなかったものを新たに目の前に今生み出してみる。これを続ければやがては相応の見返りがあるというのがこの宇宙の真理ですよね。実は iPad ってこの尊い01の瞬間を劇的に増やしてくれる超画期的なデバイスだと思っています。紙とペンよりはるかに便利でかさばらないですし、使い方次第ではパソコンよりも圧倒的に身軽で自由度の高いアウトプットが行えます。 Amazon 創業者のジェフ・ベゾス先輩なんてボールペンでサクッと図を殴り書いただけで今や時価総額200兆円ですよ。しかもこれを書いたのは iPad ではなくレストランの紙ナプキンの裏とのことです。かっこよすぎます。イオンのフードコートで子供の顔を拭いてるばっかりの自分が悲しくなって、次のことをお話していきます。はじめに2台の iPad の使い分けとおすすめアクセサリーをサクッとお話した後、作業内容別デバイスフォーメーション、次に妄想をまとめ上げるのに超おすすめなまさかのアプリ、そして厳選一押し iPad 活用術4選をご紹介します。独断と偏見とリビドをたっぷりにお話ししていきます。さて前置き長くなりましたが具体的な話に移っていきます。まずこの2台の使い分けの基本的な考え方とアクセサリーについてです。 iPad mini 6はいつでもどこでも常に手元に置いておくパッドです。散歩でも車の中でも妻の実家でもキャンプでもどんな時でも持っていくやつですね。軽さと手軽さを最重要視してほぼ全裸。ペンは落としたくないのでペンホルダー、自由な高さ角度でフレキシブルに使いたいのでマジェックススタンド M。 このスタイルでもう3ヶ月以上使ってまして、今もう自分にとってはこれがベストと確信しています。詳細は別の動画で詳しく紹介していますが、なんと10万回以上も見ていただいて密かに陰湿な喜びをかみしめております。 iPad Pro 12.9 インチの方はやっぱり重いので据え置きパッドとして基本的にデスク脇に置いています。ピタカな MagEasy ケース2で使うときはいつもボヤタの手書きスタンドに置きます。時々外に iPad Pro を持ち出すときは MagEasy Folio を取り付けます。この MagEasy Folio でも手書きは問題ありません。 iPad Pro を持ち出すときは大きなカバンが必要ですし、どうせ置いて使うことになるんでペンホルダーは不要と判断しました。半年以上この運用ですが結論何の不満もありません。具体的な活用方法はこれからお話ししますが、基本的に iPad mini 6はいつでも携帯パッド、 iPad Pro 12.9 インチはデスクで据え置きパッドっていうのはもう鉄板かと思っています。それでは作業内容別のデバイスフォーメーションについてです。外で文章作成するときは iPad mini プラス外付けキーボード、これが僕の理想形です。いやいや MacBook でええやろって思ったそこのあなた、その通りです。なんですけど、外でもどこでもお気に入りのキーボードを使いたいっていう希少種がこの世には一定数存在することを何卒ご理解ください。最近はこのカルピオ 2.0 っていうリストレストもキーボードと一緒に持ち歩くようになってさらに幸せになりました。キーボードとリストレストについては別に動画も作っておりますので気になる方は後でご覧ください。ちなみに手書きメモとか資料を見ながら文章作成するときなんかは大きな画面の iPad Pro も一緒に使うとめちゃくちゃ便利です。僕の場合はこのフォーメーションで YouTube 動画の台本を書くことが多いですね。重い作業、例えばがっつり企画書スライドを作ったり動画編集するときなんかはサイドカーっていう連携機能がめちゃめちゃ便利です。
iPad をサブモニターとしてファインダー表示パッドとか資料閲覧パッドにする感じです。さらにもう1枚 iPad があるとちょっとした追加の調べ物とか細かいメモとか妻からの直令 LINE とかウィンドウを開き直さずに処理できるんで、細かいストレスが実はかなり減るんです。今はウルトラワイドモニターがあるんでこの使い方はあんまりしないんですけど、せっかくの機会なんで今回 M1MacBook Air プラス iPad mini 6プラス MX Master 3プラスループデックライブっていう僕が今思う最強モバイル書斎スタイルでウルトラワイドモニターを使わずにですね、この動画の編集にトライしたいと思います。感想は編集が全部終わった後に別撮りしてこの動画の後半にくっつけておきます。その他のフォーメーションもサクッと紹介させてください。 iPad mini で手書きするときは基本的には手持ち、デスクに置くときはこの謎のスタンドを使います。iPad Pro で手書きするときは基本的にボヤタの手書きスタンドを使って、外で手書きするときは MagEasy Folio です。iPad mini で読書するときは手持ちで読書したり、マジェックススタンド M で置いて、さらに昇降デスクで高さを調節してフリーハンドにしたりします。雑誌を読むときは iPad Pro をよく使います。GoodNote アプリでノートの手直しをするときなんかは iPad Pro とキーボードとマウスで作業することもあります。僕の場合はだいたいこんな感じです。それでは今から iPad を使って01妄想をまとめるのにとっておきの方法をご紹介させてください。マイクロソフト社のデジタルノートアプリ OneNote が最強です。ほぼ無限キャンパスなんで、とっちらかった頭の中をとっちらかったままどんどん書き出すことができます。僕の凝り固まったおっさん脳みそからはいいアイデアなんてめったに出ませんから、とにかく手当たり次第に頭の中を全部一旦書き出して、その後にもみ殻から米粒を取り出すがごとく可能性のあるアイデアのかけらを慎重にすくい上げる作業がどうしても必要になるんです。なので GoodNote みたいな普通のノートアプリの用紙サイズですと僕には01が無理なんですよね。だったら同じく無限キャンパスアプリのコンセプトっていうアプリでもいいやんと思いますよね。ところがコンセプトには致命的な欠点がありまして、なんとデバイス間連携ができないんです。 iPad2 枚使いにとってはこれが致命的です。ちなみにコンセプトはパソコン用のアプリもないです。 OneNote ですと複数間 iPad のデータ連携も当たり前のように行えますし、さらにはパソコンからキーボードでマインドマップに直接書き込んだりもできちゃいます。無限キャンパスアプリ単体としてはコンセプトを100点とすると OneNote は75点っていう感じなんですけど、デバイス間連携の点で OneNote に2万点プラスって感じです。ということで01用のマインドマップには OneNote が最強説を慎んでここに提唱いたします。ただマイクロソフト365のサブスクで年額1万3000円弱かかりますけどね。マインドマップの後は僕の場合は考えを文章にまとめることが多いです。動画の台本とか契約書とか、あるいは企画書のスライドになるようなことももちろんあります。文章ですと僕は Ulysses というテキストエディターアプリがとってもお気に入りです。超シンプルでミニマルなデザインなんですけど、きっちりマークダウン記述ができる点がエクセレントです。マークダウンっていうのは文字に意味付けするってことで、例えば見出しとか強調とかしたいとき、いちいちフォントサイズとか色とか太さを変えるの面倒ですよね。マークダウンならちょっとした記号を加えるだけでルールにのっとったルールにのっとったやべマークダウンならちょっとした記号を加えるだけでルールにのっとった文字に変わってくれて超便利です。カフェで iPad で書いた台本をデスクで Mac で手直しして、行き詰まったら外を散歩しながらまた iPad mini でちょくちょく修正しつつ、寝てる時にふといいフレーズが浮かんだら iPhone でサクッと付け足しておくみたいなシームレスな文章の01ができて本当に最高だと思っています。ちなみにこういう複数端末を行き来しながら文章作成する時におすすめしたいのがもう一つあって、それが Paste っていうクリップボード管理アプリです。例えば英語の長ったらしい固有名詞とか製品名とか自力でタイピングするのは嫌だし、何度も参照元のウェブページとか資料をコピーしに行くのも面倒ですよね。ペーストだと昔パソコンでコピったなみたいなことを iPad のペーストアプリ内で検索して再度ペーストみたいなことができるので本当に便利です。ちなみにオフライン環境でも動くんで、ネットにつながらない樹海で一人人生を振り返る書類をしたためる時なんかも、今までにコピった文言であれば簡単に引っ張り出してペーストできるんで何かとはかどりそうです。マインドマップと文章作成はどんな方にもお役立ていただけると思いましたので、ここで詳しくお話ししました。
それでは今からその他の厳選一押し iPad 活用術を4つご紹介します。試行錯誤の末にたどり着いた自信を持ってお勧めしたい活用術のみに絞ったので、何かしらヒントにしていただけるととても嬉しいです。まずは動画撮影についてです。いきなりニッチな話で申し訳ないんですが、僕はこれで iPad2 枚の元を取れたと確信してるんで、どうしてもお話しさせてください。このチャンネルは全て今からお話しする方法で撮影しています。まずカメラ側では Filmic Pro というアプリを使ってます。で、モニター側で Filmic Remote というアプリを使って映像をチェックしながら撮影できるんです。Filmic Pro でデバイスというところでリモートコントロールをオンにすると、Filmic リモート側から接続できるようになります。普段は iPhone 12 Pro Max のカメラで撮影、iPad Pro でモニタリング、iPad mini で台本とか撮影メモを確認するというフォーメーションでやっています。ちなみに iPhone をカメラにしてるんで、撮影中に電話がかかってくると台無しですよね。なので撮影中には集中モードを使っています。全着信を受けない設定にしてます。集中モードは iCloud で全デバイスを一元管理できるんで、どれか一つを集中モードにすれば残りのデバイスも全て切り替わるので、すごく便利で重宝してます。いかがでしょうか。もし YouTube 用にカメラとか買うと一瞬でうん十万って飛んじゃうんで、実はこの撮影方法だけで iPad 購入費の元を取れちゃったっていう陰湿な喜びを撮影のたびに一人噛み締めています。スマートスピーカーの役割も果たしてもらってます。スマートホームアイテム、例えば Hue のライトとかエアコンを動かすスイッチボットハブミニとか、電球スクリーンバーハローをオンオフするメロスのスマート電源タップなんかをこの iPad Pro のシルちゃんに動かしてもらってるという感じです。ホームポットミニみたいなスマートスピーカーを買わなくていいと思うと、それだけで陰湿な喜びでほくそ笑んでしまう。注意点がありまして、まず iPad に蓋をしちゃうとシリちゃんが応答してくれないんで、ディスプレイ開放型のケースにする必要があります。あと他のデバイスはヘイシリを聞き取るをオフっとかないと、どのシリちゃんが反応してくれるかランダムになっちゃうんでちょっと困りますね。筋トレの時も iPad はすごく役立ちます。まずプランナーってアプリでトレーニングで何をしたかをカレンダーに手書きで直接記録できます。さらにショートカットアプリでタイマーを起動させる超簡単なショートカットを作っておいて、声掛けするだけで筋トレの休憩タイマーを自動でスタートするようにしています。僕は山本義則先生の教え通りインターバル4分と結構長めでやってますんで、その間に iPad mini で読書とかもできちゃいます。あなたは何か仕事とか日常生活で画像を作ることってありますか？僕の場合はこのチャンネルのサムネイル画像を作る羽目になるんですけど、全て iPad の Canva というアプリでやっています。基本的にデスクで iPad Pro でサムネイル作るんですけど、後からですね、このサムネイルめっちゃダサいやんって悲しくなることがだいたい 100% くらいあります。そんな時でも思い立った瞬間に外であっても iPad mini の方で Canva を開いてサクッとサムネイルを編集アップロードまで一気に行ったりします。この iCloud 連携が本当に神だと思っています。はい、それでは今日一日実際にこの It's My Mobile 書斎スタイルで動画編集してみた感想をお話しさせてください。結論としては本当に快適でもうサクサクでした。 iPad mini 6のサイドカーでも十分作業できます。接続が不安定になることも一切なかったです。正直こんな快適なんだとちょっとびっくりしました。今回は動画編集をやったので、もちろん iPad mini だけじゃなくて、むしろマウスの MX Master 3とか左手デバイスのループデックライブの功績が大きいかなとは思っています。ただやっぱりデスクの上がかなりごちゃつくんで、ウルトラワイドモニターでのクラムシェル運用ってのはすっきりしてて快適なんだなとも改めて思った次第です。毎日デスクがこのままだとやっぱり頭が混乱しちゃいそうですし、なんとなくこのごちゃごちゃが脳のリソースを食うような感覚はあります。とはいえこれでウルトラワイドモニターがない環境でも iPad があれば怖くないということが再認識できまして、とてもいい機会になりました。感想は以上です。いかがでしたでしょうか。僕は iPad mini 6と iPad Pro 12.9 インチの組み合わせは本当に最高だと思っています。ひらめきの瞬間をぶつけるデバイスとして iPad はまさに至高ですよね。やっぱり何歳になってもおじいちゃんになっても年がいもなく01に挑戦し続けられる男でありたいと思う次第です。最後までご覧いただき本当にありがとうございます。理想の書斎作りでした。